ゴールデンボーイジム会長の金子です。今日はですね、どうしてこんな格好をしているかというと、実は私ボクシングジムの会長でありながら、歯科医師をやっております。そんな歯科医師の私でなおかつボクシングジムの会長っていうこともあって、実はですね、皆さんにちょっとお教えしたいことがあるんですよ。皆さん口内炎とかで苦しんだことはおありでしょうか。多分あると思うんですけど、口内炎口の中噛んじゃった後にね、感染を起こしてヒリヒリ痛い、水飲んだだけでも痛い、もうご飯食べてても気になって仕方がない、ちょっと痛みが出てくるともう痛くて何しても痛いっていうね、痛くて苦しい口内炎、実は一瞬で痛みを取る方法があります。それを今回お教えしたいと思います。まず準備するものは簡単です。ペットボトル1本分の水、そして塩、塩だったら結構何でもいいのかなっていうと、一応僕はこだわりとして、人間の体液とほぼミネラルバランスが同じというこの海水から作ったちょっといい塩ですね。ちなみにこの博多の塩あたりはね、結構いいお塩なんですけど、普通にコンビニに売っております。どこのコンビニでも売ってます。実はこれコンビニで買ったやつです。これ実際大阪に行った時に僕口の中噛んじゃって、で普段やったら応急処置すぐできるんでこんなにならないんだけど、ついね、用事仕事でこんなになっちゃったんで仕方なしに、この塩水で対応してたんですね。さて塩水と言いました。はい、この塩水を作って実はすすぐだけで痛みって瞬間消えます。ヒリヒリ痛いわ痛いっていう時にね、塩水塩なんかかえって染みるんじゃないのって思うかもしれないのに、いや普通のお水がどうして染みるか。あれはね、実はね、浸透圧というものが体液とズレがあるから痛いんです。僕らの体の中に流れてるその血液と浸透圧を同じにすると、実は傷口を痛めないので、ヒリヒリってああいう痛みがないですね。浸透圧が低くても高くても染みるんです。だから塩味きついとあたたたたって染みます。やっぱりで、薄くて単なる真水みたいな状態でもあたたたたって染みます。これは皆さんよくご存知でしょう。口内炎できるとね、うがいすればいたたたっていうああいう目に合うあれですよ。ところがね、血液と同じにしちまうとこれ全然痛みがない。でその痛みがないだけでないんですよ。そうやって痛い時っていうのは実はあれ感染症で潰瘍状になってるんで、その傷口の表面でばい菌がやたら活躍してて、ばい菌の乱す毒素とかで口内炎が痛むっていう状態になってるわけですよ。ですからその状況というのを実は洗い流してあげることであっさり解決するんです。一番手っ取り早いんです。実は今この洗い流すということはバカにできないもんでね、皮膚科領域とかまたは外科領域とかでね、非常に、見直されております。お薬でいくら消毒しても同時に傷口も痛めちゃうんでね。でもね、洗い流すっていうことはですね、傷口痛めないですね。でその技術をある意味応用してるんです。さあそれじゃあどのように作るのか。手っ取り早いこと言うとですね、このお塩を 4.5g、500cc につきで 4.5g、 これ人間の血液の組成上、塩分濃度っていうのは大体 0.9% なんですよね。で 0.9%500cc500g と考えて、どのぐらいかなって計算すると大体 4.5g ぐらいになる。実はこれ結構アバウトでも OK です。全然本当のアバウトなこと言うと、このティースプーン、ほらよくあるスプーン、ちっちゃいスプーン、この小スプーンに山盛り1杯の塩を 500cc に溶いて、でそれでうがいするともうそれで痛くないですよ。僕はいつもそんな感じで簡単にやります。でも今日はせっかくなんでしっかり測って作ってみましょう。普段ね、そのスプーンすらないような時っていうのは、そのコンビニでこのお塩丸ごとこれで売ってる安いからね、200円ぐらいだから、チョキンとここ切ってそれで注いでもらえばいいです。で大体のその濃度っていうのは小スプーン山盛り1杯ぐらい入ったかなっていう感じで、ブクブクすると痛みがなくなるんで分かります。濃度のいい感じっていうのはちょっとしょっぱいなーっていうぐらい、そうだな、味噌汁よりはだいぶ薄いかな、そんな感じ。それは参考までに覚えておいてください。さあ 4.5g どのぐらいになるのか。今これで 5g ですね。ここからちょっと残せば 4.5g っていう感じでしょ。ちっちゃいスプーンに山盛り1杯っていうのはなんとなくわかるでしょ。ほら、5g 乗せちゃってるんで、ただこれ 1g 刻みで 0.1g 刻みなかったんでダッセーなこれ。とりあえずちょっと残す感じで入れます。これでおそらくは 4g 少々 4.5g ぐらいじゃないかな。はい、でよく混ぜます。はい、できました。これでね、すすいでみます。では作ったこの塩水で、すすいでみましょう。
いい感じですね。はい、濃度バッチリだと思います。こうやって僕はしっかり測って作ることは実はめったにないんだけど、そうだ、544g、ちょっと水多かったんだな、普段よりもちょっと薄く感じたから、僕のその味わいの方が正しかった、ちょっと水多かったみたいです。なんか薄いなって一瞬感じた。でも濃度そんなきっちり合わなくても大丈夫、だから普段のペットボトル 500cc のやつにスプーン山盛り1杯でもいいし、または味で測る。僕の味かなり正確でした、今調べてみたら、だからね、痛みがなくなるその感覚でも分かりますからね、味どうなんだって思ったら味噌汁よりもだいぶ薄め、そしてブクブクした時に痛みが全然消えちゃう、その感覚に頼ってやってみてください。以上ですね。こんな簡単なことで、この辺の痛みが瞬間で消えます。嘘みたいに消えます。もうほんと手品かっていうぐらい一瞬で消えますから、ぜひお試しください。びっくりしますよ。で、あとですね、ポイント言っときましょう。せっかくなんでね、痛み消えるだけじゃなくて早く治った方がいいでしょ。で、傷口に触れないようにしながらだけど、まずお口の中の歯は細かくしっかり磨くこと。歯磨き剤いりません。細やかによく磨いて、歯の間磨きもしっかりやって、口の中のばい菌の総数を減らしましょう。でその上でこの塩水でブクブクよくうがいすること、痛いたんびにぐらいでいいし、あんまり頻回にするとね、傷口の治りをかえって阻害することになるんで、でもちょっと多めにうがいする感じで、毎食よりも多めにぐらいな感じ、痛かったらすすぐがいいです。そんな感じでお試しを。はい、以上ですね。ではさよなら。